見てこの天井。すごいんだけど。この吹き抜けすごい。何回来ても京都駅は素敵です。私ね。YouTube でお料理をどうぞ。ちょっと早いですよ。大丈夫ですか？あ、どうも。こちらにございますので、はい、どうぞ。すいません。はい、どうぞ。Oh my goodness。すごいんですけど。あ、大丈夫です。もう自分たちでやります。あ、いえいえ、どうぞどうぞ。失礼いたします。憧れの菊の湯さんの本店に参りました。菊の湯さんといえば村田さんのお店です。なんかこんな大きな部屋に通してもらえて恐縮です。こんなに素敵です。お茶を持ってきてください。すごいね。なんかすごいお香みたいな気分がするんです。これはなんだろうね、サリサリの鳥？素敵ね。すごいすごい素敵。ここがね、下がね、乗りこたつになってて、足がね、すごいね、楽です。いい感じですね。なんか本当になんか日本っていう感じがいたします。これが付近ラッキーでしょうね。そしてここにですね、メニューがございます。しらすの大きそうですね。2本立て。いろいろね、発散からちょっとなかなか撮影できない。こんなにたくさん来るのでしょうか。すごいね。楽しみです。懐石です。今日お料理には日本酒を選びたいと思います。知っているお名前もありますけれども、やっぱり京都のお酒がいいかななんて思います。たくさんは飲めないんですけれど、少しいただきましょう。ここにですね、菊の井さんというお名前の純米大吟醸、京都のお酒があります。京都のお酒らしくはんなりとした上品な味わい。これやっぱりお店の名前がついているので、これをいただきたいと思います。女性は永遠の二十歳なんですけど、そう男性はどうでしょうか。僕、年相応に。素敵な器ですね。お祝いの時にだけね、ご用意します器でございます。いいですね。乾杯のところをご一緒にお取りしましょうか、皆さんあね。、すいません。素敵。条例でございますので、本日は柚子酒のね、うんお一人です。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。
柚子のねさっぱりした香りすると思います。やっぱりお料理に合うのが違うんですよね。お料理のね邪魔になりますとね、皆さんお箸が止まってしまいましてね、お酒ばっかり見てしまう。そうね。ご宴会なんかとかあるんですけどね、そういうならんようにいうことでご用意してますお酒です。中に菊の井さんの菊のそうなんです。ここ菊水っていう井戸水で全てお料理させてもらってまして、それ井戸水でこう井桁になってましてね、でこのまあお水を表してて、はい、いっぱいはい枯れることなく湧き出ますように願い込めてね、店のものにしております。菊の御紋がついてます。そしてこのめでたい器ということで、鶴と亀。どうですか、お酒さん。先ほどね、やっぱり上品な味で美味しい。すごい綺麗に炊いてある。帰りね、全部召し上がったもうた後、どうしてもお腹空いてしまう。あ、そうですか。はい、大将がよそいたそうらしいです。でうちとこではね、帰りうどん行こうか、ラーメン行こうかって言われんようにいうことをねしてますので。そうですてっね。ぺんまでお腹いっぱいになって帰ってもらえたりとか。息子とかそうですよね。ニューヨークの結構いいレストランで帰りお腹空いた後ハッスンをね、開けても煙は出てますってね。素敵なお茶ですね。ありがとうございます。綺麗でね。器もね、僕のこの道楽焼いてね、お軸であったり、器であったりね。今の季節にやっぱりはい、あれは詐欺ですか？詐欺です。うんはい。白い詐欺。今の時期鴨川にもね、やってきてますけど。そうですか。はい。お家の周りの垣根にね、今の自分はサザンカがちらほらと咲く季節やいうことで、その垣根をね、表してるそうでございます。上の右上の方ですね。こちらの茶色いもの、これ小川からすみって言いまして、からすみを、イカでこう巻きましてね、でそれをみりんかすというかす漬けにしております。で1ヶ月半以上漬け込みましてね、しっとりした食感でお酒のあてにぴったりやそうです。でその下ですね、四角いピンクのものですね。これはスケコ落雁って言いまして、お菓子の落雁、砂糖菓子ですね。あれに見立てておりまして、タラの子と、金時人参、このおせちで最近出回ってきましたけど、赤い人参ですね。あとゆり根を混ぜ込みまして蒸し上げたお料理でございます。でその後ろとのグリーンは、菜種のからしあえで季節先取りでございます。でその手前赤い実が乗ってますのはこれザクロでございまして、下は自家製のお豆腐を作りましてね、これも味噌床につけまして、ちょっとチーズのようなねっとりとしたこの食感で美味しいそうでございます。でその右左横みぞれあえがナマコでございます。今の一瞬で一番おいしいそうですけど、どうしてもナマコってこう硬すぎたりねすることがあるんですけど、ここは下処理に番茶にね一晩漬け込みまして、で処理するそうです。そうしましたら程よい硬さに仕上がるそうで、茶ぶりナマコと呼んでおります。でその上、からしれんこんですけど、これは九州がね結構有名なんですけどね、大将は京都らしさを出したいということで、辛さをマイルドに、からしの中にお魚のすり身も入れ込みまして、ちょっと辛みを抑えてるそうです。で最後ね、かつおの粉をまぶして揚げてますので、食感もちょっと九州の方とは違うって思ってました。で最後上がサーモンで作りましたお寿司でして、椿のお花に見立ててるそうです。もう好きなものから召し上がってくださいませ。美味しいね。なんだこれっていう感じ。お豆腐に見えない。チーズじゃないけど中がからすみでいろいろつけてらっしゃるっていう。奈良漬けみたいな。どうですか？全部一個ずつ食べようとしてるんだけどさ、豆腐だけ全部なくなっちゃった。そうです。全部美味しいの。こちらはですね、きのこの蒸し物の上から最後にトリュフのあんをかけてございます。
先代まではね普通のあんかけやったんですけど、今の大将の代になってからトリュフに変わりました。ですので香りも楽しんでいただけられる。はい、なかなかね組み合わせがねございまおす。酒食べるんじゃないの？あ、そうですね。法輪お願いします。はい、承知しました。どうですか。なんかね、美味しい。これもいくらいっちゃう。白子があんまり食べなかったけど、何これっていう。すごいね、料理にトリュフを使うという。どうですか？めっちゃ美味しい。どうだわ。フランスの人もここに来たからなんかそういうの出してる。たとえ下関でフグ食べたあら、これはね瀬戸内海なんです。ああ、そうです。はい。で大将はね、僕は食べ応え重視する言わはりましてね。本来このふぐ刺しいますのは器の柄が綺麗に見えるほどね薄い方が技術的にはいいそうなんですよ。だからそうしますとね、一枚一枚食べてもあまり味せえへんだろう。さすがですね。いろいろ本当に食べる方の気持ちそうなんですよ。にで二丁引き言いましてね、ちょっと厚めのスライスをこれをみかんでしてね、これなんですけどね、この手前にお塩をひいてますので、そのお塩のところにこの直して絞っていただいて、でお塩を伸ばしてお塩味で召し上がっていただくか、このもみじおろしとかおネギをお薬味ポン酢に入れて、ポン酢味の濃い方がよろしいか、お好みの方で、はい、ぜひ召し上がってください。初めて。僕この前下関で思ったんだけど、はい。このネギあるじゃない。これの方、これほら。ネギ巻いて食べると美味しいね。こちらですね、あちら喉の方に、はい、寒ぶりでございましてね、上に辛味大根たっぷり乗せてございます。これ辛味大根って呼んでますけど、正式には福井の方のですね、手山内かぶら言いまして、かぶらなんです。で、はい、福井の方、向こうの方はね、結構お蕎麦なんか信州もそうなんですけど、お蕎麦にこの辛味大根を乗せてね、召し上がる風習は結構あるそうで、大将もすごい辛みの強いものやるって気に入りまして、ここ何年か前から仕入れてるんですけどね。何の梅で、梅の形ですね、これは。はい。素敵。やりたい。辛味大根の福井の山内かぶら。めっちゃ美味しい。すごいね。この今までこう食べたらここにカッとこう、そうがいい。流れがこう波がね。辛み大丈夫ですか？美味しいです。カメラマンさん、辛みがね、このぐらいあったら美味しい。いいですね。もう京都の冬には欠かせませんかぶら蒸しでしてね、具地、はい、甘鯛とか作ってございます。開けていただきましたら、ウニがちょんと乗せてありましてね。多分ウニだけ皆さん召し上がるん違うから。そうですね。ただウニもわさびも添えてますのであります。辛味大根ってありましてね。よくネズミ大根とも言うんですけどね。はい、丸い大根でね、根っこが長いですよね。これを焼いてあるって照り焼きって感じ。そうですね。食べ焼きみたいな感じですね。味噌があるのはこのちょうど裏側裏側はいしていただきましたら。大将はね、もう手でもカツカツカツっと召し上がってください。はい。そうなんですね。あ、美味しそう。どうやって食べるんだ。あ、でも回してかな。お皿回してってかな。こうやって食べる。で、これでお箸で食べて、あ、ここを味噌で食べる。あ、すごいね。すごいですよ。こちらはちゃんともうこういう風に照り焼きにしたもの食べたことはないけど、11月解禁になりましてね、12月もう12月いっぱいだけでございますのでね、召し上がれるのが香箱ガニ。香箱ガニ、はい。関西ではセコガニって呼びましたりね、コッペって呼んだりね、はい、香箱ガニっていい香りがするって綺麗やろ言って大丈夫。綺麗ですね。一昨日城崎温泉行ってて、
そうね、カリも召し上そうがってね。松葉ガニなのでまた全然違いますね。あれお酢ですのでね、こちらは飯でございます。でこれ味付けのゼリー上からかけてますので、このままでもよろしいですし、先ほどのまた直吉添えてますので。はい。いやーこの髪の形が可愛くて、そちらがほら可愛いね、すごいね。メスだそうです。メスはもう12月で取らないそうです。どうやって食べればいいの？あ、そうそう。綺麗にちゃんと一つずつなってる。上にジュレがかかってるからやっぱり懐石です。どうですか？どう？凝ってるね手が。お取りくださいませ。はいはい。カニも美味しくいただきました。ネギが甘くなりましたらもう鴨も美味しくなりまして、はい、今ちょうど旬でございます。でこれ赤身が気になるようでしたら、さっと裏返していただきまして、鴨はすぐ硬くなりますので、すぐで大丈夫です。でこれ最後まで温かい状態で召し上がっていただきたいことでね、下にこの炭が入ってますのでね、これやけどされませんように気をつけてくださいませ。鴨はいいお出汁が出ますのでね、お出汁ごとどうぞ。鴨鍋やります。やりますか。お味噌かは鴨鍋で、はい、年越しそば。美味しくいただいています。その間、日本に帰ってくることもできませんでしたでしょ。そうですね。12月に帰ったんですけど、その時は彼らは私の後に帰った。ここにほらちゃんと字が見えてきました。富という字だそうです。ありがとうございました。どうも。すっごく美味しいです。本当に素晴らしい菊丸さんの体験でした。すべて美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。素敵なお部屋でいただいても言うことない。ありがとうございます。これも外から見ていただきましたら蔵になってましてね。ああ、そうです。昔はここが入り口やったんです。この蔵のね。あ、本当だ。はい。本当だ。蔵このなんだ。中で、はい。ちょっと玄関に来てますね。じゃあ、ごちそうさまでした。どうも。最高の時間を幸せです。まだちょっとね、紅葉が残ってるみたいなので、ただいまの時間3時半でございます。思い出した。ここね、この間通った時、ホテルで。すごい素敵なの。じゃあ降りてきて。はいはいはい。行谢谢。赤ちゃんだ。
平坂神社まで行きましょう。知らんけどね。昔みたいにお友達もマンハッタンにランチとか行かないし、郊外の人も。ランチに行ったらチップいただいたりとか、すっごいかかったら4、5千円やってるから。そうですよね。今の多分うどんの1000円とかする。そう、そんなんないじゃんね。今がもう2、300円だから、あとこうどんなんか何円なんです温泉屋さんなんですね、温泉屋さんもあるんですか？温泉屋さんに西沖にあるんです。だけど、高級な店になっちゃった。高級なってんですか？1000円ぐらいするんじゃないですか。もう5000円。ぐらいすると思う。高級店。そうですか。ニューヨーク何が美味しいんですか？そんな感じです。今日菊の井さんでご飯食べてきて。高級店で。高級店で。そうですか。初めて来てるんですけど、ちょっと一回行ってみたい。そこがね、大福まんじゅう。みんなでね。みんなだけじゃなかったけど、こっち行ったら、もうthis is あれですよ。これ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 。これですね。これですね。ここが今のThis is 京都を撮りたい人たちの撮影ポイントですね。この五重塔がもう目の前に見えて。いいね。ここがやっぱり五重塔にできるでしょう。大人気ですね、今若い女性たち。ということでした。何回かここ来たことあります。清水寺の方から花見工事着きました。ここだ。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time!